こんにちは。今日は綿 100% の糸を使って大きめのトートバッグを作っていきます。そこは広くて、バッグの下の方は細編みだけで編んでいきます。上の方は大きな花模様を作っていきます。便利なサイズでとても可愛いバッグが出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使用するのはダイソーさんのリサイクルコットン 100%、 極太で色はホワイト。使用かぎ針の目安は8号、40g で40メートル。これを8号で編んでいきます。この糸はこんな感じで綿 100% で少しガサガサとしています。多少ガサガサとしている方が出来上がりがしっかりとします。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使っていきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作っていきます。今回の底は広くて楕円形の形にします。細編みを6周編んでいきます。最初の鎖の数について、私は30センチと少しぐらいのサイズにするために最初の鎖を32にします。他の鎖の数は14、20、26、32、38、44、50とか、この数字の中で選択して好きなサイズにします。私は鎖32で、出来上がりは30センチと少しぐらい。好きなサイズで編んでいきます。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。この状態で長さは23センチ。次はこの周りを細編みで一周します。楕円形の形にしたいので、端の鎖に細編み3つ、こっちにも3つ、楕円形の形にします。こっちで見ると、この端の鎖、ここに細編み3つ、こっちに3つで楕円形にします。3つあるうちのここからスタートします。まず細編みをするので、鎖1つ、1つも取って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。同じところにもう一つ細編み。これで1つに細編み2つ。端に3つ編むんですが、まず2つ編んでぐるっと編んで、最後にもう1つ。まず2つ編んで、次から1つずつと
隣、このまま一つに一つずつ、端は細編み3つ、ここまで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の鎖。最後の鎖に細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目、同じところ。この時、この糸端を向こうに寄せておきます。この長い糸の下を通って向こう側で、2つ目の細編み、次は3つ目。今度はこの糸端を手前に寄せておきます。こうすると糸処理が簡単なのと、結び目が横に倒れるのできれいに出来上がります。次はここ3つ入れた隣、糸端は編みくるんでいきます。次も次もこのままこの手前まで、ここぐらいまで編んでいきます。一周してスタートしたところまで来ました。マーカーのついた細編みのところを見てみます。このマーカーのついた細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、これで端の鎖に細編み3つ、こっちも細編み3つで楕円形になりました。最初の細編みに引き抜いてつなげます。でこの今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。次に編んだ時にここが分かりにくくなるのでマーカーをつけておきます。これは引き抜いた糸。次は2周目。2周目はまた丸くするためにこの3つのそれぞれに細編み2つ、こっちも2つ2つ、くるっと編んで最後の細編みに2つと編んで楕円形にします。今細編み3つの真ん中から糸が出ています。ここに細編み2つ、まず鎖1つ、根元に細編み2つ、1マーカーをつけておきます。同じところに2つ目、でここにも細編み2つ、これで1つの細編みに細編み2つ、1つに2つ、
次から一つずつ、ここはずっとまっすぐ編んでいきます。隣に細編み、次もこのまま一つに一つずつで、ここではさっき見たように一つに細編み2つ、ここも2つ、ここも2つ、こんな風に編んでスタートしたところまで戻ってきます。ここぐらいまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。このマーカーをつけた手前が最後の細編み。これは引き抜いた糸につけたマーカーなので、その手前が最後の細編み。最後の細編みに細編み2つ。1、2、これで1つに2つ。この引き抜いた糸につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。これでこのさっき1つに3つ編んだ細編みの上に2つずつ細編みができました。最初の細編みに引き抜きます。さっきと同じようにこの糸にマーカーをつけておきます。後で見分けにくくなるのでマーカーをつけておきます。次は3周目。3周目を編む前に少し準備をします。1周目と2周目、細編み3つずつ増えています。鎖の上に細編み3つ、次は細編み2つで3つ増えています。ここも3つ、次も3つ、次も3つ増やしていきます。次も3つ、全部1周編むごとに3つ増やしていきます。何周編んでも同じです。で、増やす範囲はこの部分、この半円の範囲で3つ増やしていきます。こっちも同じ。ここで増やしていきます。ここはいつも一つに一つずつ。ここだけ3つ。この3つ増やす部分、ここにマーカーをつけておきます。マーカーをつけて後で分かりやすくしておきます。で、さっき細編み2つなので1、2、3、4、ここが増やす部分、1、2、3、4、次からまっすぐの部分、ここにマーカーをつけておきます。このまっすぐの部分の始め、細編みを数えて1、2、3、4、5、ここからは一つに一つでまっすぐ編んでいきます。で、こっちは細編み6個、この6個にマーカーをつけていきます。一つに2つ編んだこの手前、一つに2つの手前、ここからここまでが一つに一つまっすぐ編んでいきます。で、このマーカーの次から数えて1、2、3、4、5、6の次、ここは細編み6個、この範囲で増やしていきます。
で最後ここには細編み2つ、その手前にマーカーをつけます。でこの範囲で増やしていきます。3つ増やすので、この半円のここに細編み2つ増やして、ぐるっと編んでここに細編み1つ増やしていきます。こっちで見るとこの範囲に2つ増やすので、ここを2つにしてもいいし、1つ2つにしても大丈夫です。2つ増えたら半円になります。こっちはこの範囲で細編み3つ、ここを1つにして2つにしたり、ここを2つにして1つにしたりと、バランスを見て好きな配置で細編みをしていきます。全部で3つ増えたら大丈夫です。ここでも細編み2つあるうちの片方を2つ、もう片方を1つで、この範囲で細編み1つ増えます。こっちは2つ、こっちは3つと編んでいきます。で3周目、鎖1つで、ここに2つあるうちのどちらかを2つにします。私はこっちを1つにして、こっちを2つ、トータルの数が合っていれば大丈夫です。次はこの細編みのどちらかを2つにします。私は次を1つにして、次は2つ、で次からは1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。ここは常に1つに1つでまっすぐ編んでいきます。でマーカーを付け替えておきます。でここまで編んで、さっきと同じようにこの2つのどちらかを2つにします。次またこの2つでどちらかを2つにします。次はここ2つ、この範囲で3つ細編みを増やします。まっすぐ編んで、ここでまたこの細編み2つのどちらかを2つにします。ここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。この2つのどちらかを2つにします。私は手前に2つ、これで1つに2つ、もう1つは1つに1つ、これでこの範囲で1つ細編みが増えました。これはいらなくなります。1つ目の細編みに引き抜きます。これでこの範囲に細編み3つ増えました。こっちも同じ。次は4周目。4周目も細編み3つ増やします。
この範囲で2つ、こっちで3つ、ここで1つ増やしていきます。この3つのうちのどちらかを2つにします。例えば1、1、2、こっちも2つ、1つ、1つ。これで細編みが2つ増えました。こっちも同じ。この3つのどちらかを2つ、1つ、1つ。こっちも1つ、1つ、2つ。1つ、2つ、1つとか、バランスを見ながら増やしていきます。ここは3つ増えました。ぐるっと編んで最後、ここも細編み1つ増やします。これで全部で細編み6個増えました。これから何周編んでも同じです。とてもわかりやすい編み方です。特にこのバッグの底なんかは、これで編んでいくときれいに出来上がります。鎖1つ、根元に細編み。次も1つにして、私はここを2つにしようかと思います。1つ、私はここを2つにします。全部の数が合えば大丈夫です。この範囲で細編み2つ増えました。次からは1つずつ。ここでまた細編み3つ。ぐるっと編んで、ここで、1、2、3。ここで細編み1つ増やします。で、またここで引き抜いて、繰り返していきます。今回私は6周編んでいきます。同じように6周になるまで編んでいきます。6周編んできました。長さは32センチ。この部分は9センチ。次は側面を編んでいきます。細編みで編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み、全部1つに1つずつ細編みをしていきます。このカーブのところでも全部1つに1つずつ、こちら側も全部1つに1つずつ、これで1周編んでいきます。糸が短くなったので新しい糸を足していきます。変えるタイミングは細編みの途中。これを新しい糸で引き抜きます。これで糸が変わりました。このまま続けていきます。この糸端は編みくるんでも大丈夫です。で、ここでちょうど1周したので、最初の細編みに引き抜きます。これで側面の1周目。次は2周目。同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、次も
全部一つに一つずつ、こっちも全部一つでくるっと編んで、また引き抜いて次の周、これを繰り返してしばらく編んでいきます。側面を20センチ編んできました。段数はそこから数えて29段。この長さは多少違っていても大丈夫です。私はこれぐらいにして、次に模様編みは模様編みと縁を含めて測ってだいたい12センチぐらいなので、全体は32センチぐらいになります。これは多少違っていても大丈夫です。この横幅が狭い時にはここをもう少し短くして、横幅が広い時にはもう少し長くしても大丈夫です。ちなみに私は今36センチで20センチにしました。これぐらいにして次に模様編みをしていきます。で、糸の出ているところから続けて編んでいきます。まず鎖3つ、1、2、3、隣に長編み、次もこれで鎖3つと長編み2つ、鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長々編み。長々編みは針に糸を2回絡めて、引き抜いて引き抜いて、これで長々編みができました。これが花びらになります。鎖2つ、1、2、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、次も長編み、長編みは3つにします。次は鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、長編みは3つにします。こっちが鎖2つ、こっちは1つ、これを繰り返していきます。次はこの部分、鎖2つ、1、2、長々編み、鎖2つ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これが花びらになります。次はこの部分、鎖1つ
1つ飛ばして2つ目、長編みは3つにします。これがこの部分。次は花びら、鎖2つ、次は鎖1つ、次は花びら、これを繰り返して一周します。一周編んできました。今花びらの後に長編み3つ編んだところ、次は鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。上が2本で下が1本の位置、ここに引き抜きます。これで模様が揃いました。次は2周目、鎖の数が増えて鎖7個、1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7で、次の花びらのこの隅、ここに細編み、鎖の後ここに細編み、次は長々編みの上、次の花びらの隅、これで細編み3つ、次は鎖4つ、1、2、3、4、ここにも花びらを作ります。ここには長編み3つ、この間に長編み、こことこことここ、長編みをします。次は鎖の下、次はここ、これで長編み3つ、これを繰り返していきます。またここに花びらを作ります。鎖4つ、1、2、3、4と四角の隅、長々編みで、また隅、鎖4つで、
この間、ここここここ、次はここ鎖4つ、また花びら、これを繰り返して一周します。2周目の終わりまで来ました。今細編み3つ編んだところ、次に鎖4つ、1、2、3、4、下の長編み3つの間、こことここと3つ目はこの鎖なので、こことここ、次は間、最初の鎖の下から3つ目引き抜いて、これで長編み3つ分模様がつながりました。次は3周目、鎖3つ、1、2、3、長編み、長編みは下の花びらのこの鎖の下に針を入れて長編みをします。もう一回これで鎖3つと長編み2つで、また花びらを作ります。鎖2つ、1、2で、細編みの真ん中に長々編み2回、鎖2つ、またこの花びらに針を入れて長編み2つ、次の長編み、ここにこれで長編み3つ、鎖1つ、1、また長編み、こことこ
ことここ。次はここ花びらを作ります。鎖2つ、1、2、長々編み、鎖1つ、また長編み、でまた花びら、3周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜きます。これで模様がつながりました。次は4周目。4周目はこの鎖1つの下の四角いスペース、ここから糸を出します。今ここから糸が出ているので少し戻ります。この時は裏返してこの四角に針を入れて出して、これをかぶせるようにして引き抜きます。これで四角から糸が出ました。元に戻します。鎖は6個、少し多くなります。1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6で、足元2つ飛ばして3つ目、ここになります。長編み、次はこの花びらの中長編み、もう一つこれで長編み3つ、鎖1つ、
また長編み3つ、1、2、1、次は鎖2つ、下の花のこの部分を作っていきます。鎖2つ、1、2、鎖2つ、真ん中に長々編み、鎖2つで、この四角の1、2、3、花びら、これが上の花になります。下の花の間に花、長編み3つを、次は鎖1つ、長編み、こんな感じで繰り返していきます。また花びら、1、2、鎖1つ、これを繰り返していきます。1周します。4周目を編んできました。今長編み3つ編んだところ、鎖2つ、1、2、最初の鎖の下から4つ目、1、2、3、4、ここに引き抜きます。鎖2つ、鎖4つ目、次は5周目、鎖1つ、根元に細編み、この部分を作っていきます。下の花びらの隅、これで細編み2つ、鎖4つ、1、2、3、4、1、2、3、4で、真ん中に長編み、ここ、ここ、ここ、
次も花びら、細編みをします。鎖4つ、1、2、3、4、細編み、1、2、3、鎖4つ、1、2、3、4、また長編み、鎖4つ、で細編み、4、これで花の間に穴ができます。一周スタートしたところまで編んでいきます。5周目の終わりまで来ました。今鎖を4つ編んだところ、最初の細編みの隣に細編み、これで細編み3つになりました。最初の細編みに引き抜きます。これでここにも花の下半分、次はこの部分を作っていきます。鎖6個、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、下の花びらの鎖の下に長編み2つ、次はここ、これで長編み3つ、鎖1つ、長編み3つ、鎖2つ、1、2、長編み、鎖2つ、長編み、鎖1つ、これを
スタートしたところまで編んでいきます。6周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、鎖2つ、1、2、最初の鎖の下から4つ目、1、2、3、4、引き抜きます。これで花が出来上がりました。これで模様終わって、次は細編みで1周します。鎖1つ、根元に細編みで、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次はこの鎖の下、細編み2つ、長編みの上、鎖の下、長編み、鎖の下、1、長々編みの上、次も長編みの上、鎖の下、長々編みの上、これで1周します。細編みで1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。これでつながりました。次はストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。まず底を見て整えて、おおよその脇の位置にマーカーをつけます。こっちもで細編みの数を数えて、こっちも数えて、で作りたい位置にマーカーをつけます。でこれは多少好みで変わっていても大丈夫です。私の場合は端から11センチ、こっちも同じ11センチ、真ん中は13センチ、細編みの数を数えると14、真ん中は17で14、こんな感じでマーカーをつけました。次にマーカーは必要なくなるので、この脇につけたマーカーは外しておきます。でここから細編みをしていきます。でマーカーの手前まで編んでいきます。鎖1つ、細編み、このまま一つに一つずつ細編みを編んでいきます。ここまで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みをします。次は鎖を編んでいきます。これがストラップの元になります。まず一つ目、この一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。表でも裏でも大丈夫です。私は後で
裏に細編みをしていくので裏につけました。次は2つ目、3つ目、4つ目。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。鎖編みを48センチ編んできました。鎖の数は55。私はこの長さにしました。これは仮に留めてみて、で肩にかけてみて好みの長さに決めます。で好みの長さになったらこれを細編みでつなぎます。その前に最後の鎖にマーカーをつけます。この鎖は後で編んでいくと小さくなって編みづらくなるのでマーカーをつけておきます。で鎖がねじれていないか確かめます。でこのマーカーのところに細編みでつなぎます。でつなぐときには鎖、長い糸でマーカーのところ、細編み、これでつながりました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。このまま一つに一つずつ細編みをしてマーカーのところでさっきと同じマーカーのところにも細編みをして鎖、こっちと同じ数だけ鎖を編んでいきます。でここに細編みでつなぎます。でまた一つに一つの細編み、最初の細編みに引き抜きます。引き抜いて鎖一つで細編みでここら辺まで編んでいきます。鎖編みが終わりました。マーカーの手前まで来ました。ここでは2つを1つにしてカーブを作ります。この鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。まずここ、次はこのマーカーをつけた一つ目の鎖、ここから糸を出します。この3本を一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つに一つずつ細編みをしていきます。私は裏に針を入れて編んでいきます。このまま細編みをしていきます。で今細編みを1周編んでいるところなんですが、もう1周編む場合には今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。でこのまま細編みをしていきます。ここまで2つ目のマーカーの手前まで来ました。またここでも鎖の出ている細編みの両脇から糸を出します。ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。
まずここマーカーのついているところ、糸を出して、次はこれを一度に引き抜きます。これでカーブができました。で、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次から一つに一つずつ細編みを続けて、さっきと同じこの鎖の出ている細編みの両脇、このマーカーのついているところから糸を出して、こっちはここから糸を出して一度に引き抜きます。で、細編みで、ここでまた鎖の出ている細編みの両脇、このマーカーのところから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。で、最初の細編みに引き抜きます。で、2周で終わる時にはここで糸始末をします。今回もう1周編んでみようかと思っています。なのでここで引き抜いて鎖1つで細編み、1つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。で、1つ目のマーカーの手前まで来ました。ここではマーカーをつけたところを飛ばして細編みをします。まずマーカーの手前、細編み、次はマーカーのところをスキップして、ここに細編み、次もこのまま一つに一つの細編みを続けます。こっちでも同じマーカーのところはスキップして細編み細編みと編んでいきます。反対側も同じぐるっと編んで、ここまで戻ってきます。で、ストラップを作ってスタートしたところまで来ました。針で糸始末をします。少し長めに糸を切って最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み、その隣に針を入れます。1、2、手前から向こう2本の糸の下、最後の細編みに戻ります。上から針を入れます。裏に出します。で、大きさを揃えます。あとは裏でほどけないようにします。行ったり来たりしてしっかりとさせます。ストラップのここぐらいから始めていきます。2本の糸の下、
新しい糸、鎖1つ、根元に細編み。この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。で、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。この隣、次はここの端、で次は角になっています。ここでカーブを作りたいので、こことここで2つを1つにします。まずここから糸を出します。次はここ、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からまた1つずつ。で、ここでまた2つを1つにします。ここまで編んでいきます。次の角まで来ました。またここで2つを1つにします。この角のここから糸を出して、ここから糸を出して1つにします。まずここ、次はここ、一度に引き抜いてカーブになりました。次からまた1つずつ、ここと編んでいきます。まずここ、次はここ、全部一つに一つの細編みでスタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。最後も針で糸始末をします。少し長めに糸を残して最後の細編みから糸を抜きます。で、これが1つ目の細編み。その隣に針を入れます。1、2、手前から向こうに針を入れて、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。あとは整えます。で、裏で始末します。反対側も同じように内側を編んでいきます。で、これで出来上がりました。
とても可愛く出来上がっています。底は広めにしました。丸みがあって可愛い形になっています。模様はこんな感じで、使う時にちょうど引っ張られていいバランスになっています。ストラップは少しだけ太めにしました。とても可愛い模様編みになりました。サイズを測りました。上から下まで31、横幅36、ストラップは46センチ、使った糸は 280g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。